盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養蚕4代目北谷隆一です。今回のテーマは盆栽を枯らしてしまいましたというテーマでいきます。盆栽枯らさない塾っていう名前でやってる動画なんですけども、そこで塾長なんていう言葉も使ってやってる人間が枯らしてしまったということなんですが、こういうどうしてもねやっぱいろいろ手入れして何本も何千本とか何百本とかそういう手入れしてたらどうしてもこういう子が出てきてしまうんですけども、枯れたからそのままじゃなくて、どうして枯れたかとかどうすればいいかっていうのを今日ご説明させていただけたらなと思います。こういう木もおれば同じ手入れしてこういうちゃんと元気な子もおるんはおるんです。もう全部がこうなってるわけじゃないです。これはもう一部なんで、ちょっと言い訳っぽいですけど、でこの原因をまず一つ、芽切りですね。これ夏に黒松なんで芽切り作業するんですけども、ここにビューッとね太らす用の徒長枝もあったりとか結構もうもさもさしてたんですけども、あんまり緩く切りすぎるとその締まった木にならないっていうとこもあるんで、やっぱある程度は切り詰めないとその商品にならないというか、ものとして成長1年に1回の手入れなんでね、しっかりやっとかないとなかなかそこを油断するといい木になっていかないんで、とはいえやりすぎたとでもう一つ原因として考えられるのが水やりですね。もうどんな枯れるんでも水やりは結構関わってくるんですが、ちょっとさっきの話と連動するんですけど、芽切りでいっぱいあった芽がすごく減らされると。だったらそのいっぱいある状態でも元気に育てた子が思いっきり減らされると、その水を同じようにやってしまうと水が多すぎるんですね。だからわざとこれ草抜かずに置いてるんですけども、これやっぱ草がこんだけ生えやすいっていうことは、木が吸う以上に草の方にも栄養がいくぐらいの水の量があったと。だから多すぎて枯れてしまったと。この子に関しては切りすぎがもう主かなと。こっちはちょっと一回切ったと芽が出てるんで、芽がちょびっとしかない、栄養が水分もあんまいらないのにやりすぎたのかなという感じがあります。で、それが考えられる悪かった原因なんですけども、じゃあどうすればそういうふうにならないかと言いますと、芽切りの方で言うと、これ切りすぎなんで、それでもギリギリは攻めないとその木としてしまってこないので、とはいえ切ったら切りすぎたら枯れると。だからそのギリギリのとこですね。この子はもうギリギリのとこをアウトの方に行ってしまったんですけども、そのギリギリセーフのあたりをもうちょっと判断する、その精度を上げていくというのが対策になると思います。でこの子も芽切りちょっとしすぎた点はあるんですけど、一応新芽が出とんで、こういう子に関してはその、水やりやっぱ気をつけるこっちか、これね、こっちに関しては水やりですね。水やりを気をつけると。で水やりどう気をつけるか言ったら、うちなんかもう棚場に何百何千とあるもんだから、いっぱい固めて置いちゃうんですけども、こういう水のあんまりいらない子は水のあんまりいらない子で固めておいた方が安全かなと。いっぱい水のいる子の横にいらない子を置いてたら、やっぱりどうしても水やりの時に隣もね勢いでかけちゃうんで、もう乾きにくい子は乾きにくい子だけで固めた方が安全かなとは思います。その2点の対策でとりあえずこの子たち日本はそこの対策ができてたら枯れなかったのかなと。こういうねちゃんと元気な子になってたのかなと。本当に同じような手入れなんですけど、ちょっとの木の質の違いでこういう結果の差が出てくると。だから木によってやっぱ性質が違うので、そこをちゃんと見極めて手入れすれば、ここにある全部が元気に育てたのかなと。だからこういうギリギリがどこら辺かっていうのを普段から模索していったら、逆にこれにしてしまったのをしなかったら枯れないっていうことなんで、
こうしたら枯れませんよという意見にもなっていくんで、今回もこういうのを糧にしてまた枯らさない塾の、その精度を上げていく、レベルを上げていくというそういう、言い訳にしたいなとは思いますけども、はい、だから皆さんも黒松の芽切りとか水やりとかでこういうことがあるっていうのをよかったら参考にしていただいて、危ないなと思う子はあんまり切りすぎずに、はい、芽切りってやっぱこういうことが起きるということで、水やりもね、はい、では今回のテーマはこれで以上です。盆栽枯らしたらもったいない、北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。